こんにちは。ゼロから宅建士第25回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は借地と区分所有法を学びました。今回のテーマは相続と不動産登記法です。人が亡くなった時、財産はどうなるのでしょうか。そのルールを順番に学んでいきます。一緒に着実に理解していきましょう。まず、今日の全体像を確認します。はじめに誰が相続人になるかを学びます。法定相続分の割合も確認します。次に承認と放棄の仕組みを見ます。遺言と遺留分も扱います。後半では配偶者居住権を学びます。最後に相続登記の義務化を確認します。近年のとても大切な法改正です。はじめに誰が相続人になるかです。まず、配偶者について確認します。配偶者は常に相続人になります。これが民法890条です。次に、血族の相続人です。子や親、兄弟姉妹などが当たります。ただし、優先順位が決まっています。上の順位がいれば、下の順位は相続しません。ここで、血族の順位を整理します。第一順位は反応です。これが民法887条です。第二順位は直系存続です。親や祖父母のことです。第三順位は兄弟姉妹です。これが民法889条です。配偶者は順位とは別枠です。常に血族相続人と一緒に相続します。次に代収相続を学びます。本来の相続人が先に亡くなる場合です。例えば、子が親より先に死亡した時です。その子、つまり孫が代わりに相続します。これを代収相続と言います。この代収はさらに下へ続きます。孫、ひ孫へと再代収があります。only two、兄弟姉妹の代収は違います。子や子までの一代限りです。なお、相続放棄では代収は起きません。ここが今回の山場の一つです。法定相続分を整理します。これが民法900条です。まず、配偶者と子が相続する場合です。配偶者が2分の1、子が2分の1です。次に、配偶者と直系存続の場合です。配偶者が3分の2、直系存続が3分の1です。最後に、配偶者と兄弟姉妹の場合です。配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。同じ順位が複数いるときです。その相続分は原則として頭割りになります。具体的な例で確認してみましょう。配偶者と子が2人いる場合です。まず、配偶者が2分の1を取ります。残りの2分の1を子で分けます。子は2人なので頭割りにします。子は1人当たり4分の1ずつです。このように順を追って計算します。次に、相続の承認と放棄です。相続には3つの選び方があります。単純承認、限定承認、相続放棄です。選べる期間には決まりがあります。相続の開始を知った時から3ヶ月以内です。この間に家庭裁判所へ申述します。これが民法905条です。相続放棄をするとどうなるでしょうか。はじめから相続人でなかったとみなされます。これが民法939条です。限定承認は相続人全員で共同して行います。次に遺言について学びます。遺言はいくつになればできるでしょうか。満15歳以上であればできます。これが民法961条です。普通の方式は3種類あります。自筆証書、公正証書、秘密証書です。
自筆証書遺言には決まりがあります。全文と日付、氏名を自分で書きます。そして押印が必要です。これが民法968条です。公正証書遺言は兼任がいりません。遺言はいつでも撤回することができます。次に遺留分を学びます。遺言でも奪えない取り分のことです。一定の相続人に保証されています。ただし大切な注意点があります。兄弟姉妹には遺留分がありません。割合は2つに分かれます。直系存続だけが相続人の時です。この場合は全体の3分の1です。それ以外の場合は全体の2分の1です。これが民法1442条です。侵害されたら金銭の支払いを請求できます。次に配偶者居住権を学びます。2020年に新しくできた権利です。夫や妻が亡くなった場面を考えます。残された配偶者は住まいを失うと大変です。そこで住み続けられる権利ができました。これが配偶者居住権です。民法1028条に定められています。相続開始の時に住んでいたことが必要です。遺産分割や遺贈によって取得します。原則として亡くなるまで続きます。登記をすれば第三者に対抗できます。ここから不動産登記法に入ります。登記記録は大きく2つに分かれます。表示に関する登記と権利に関する登記です。表示は土地や建物の物理的な状況です。権利は権利部に記録されます。権利部は公区とお宅に分かれます。公区には所有権を記録します。お宅には抵当権など所有権以外を記録します。権利の登記は原則として任意です。第三者に対抗するための要件に過ぎません。次に相続登記の義務化です。とても新しい大切な改正です。2024年4月から始まりました。これまで相続登記は任意でした。そのため名義が古いままの土地が増えました。所有者がわからない土地が問題になったのです。そこで登記が義務になりました。取得を知った日から3年以内に申請します。これが不動産登記法76条の2です。正当な理由なく当たるとどうなるでしょうか。10万円以下の過料が課されます。簡易な相続人申告登記もできます。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか。A は配偶者と子で配偶者が3分の2です。B は兄弟姉妹には遺留分がないです。C は相続登記は今も任意で期限がないです。少し考えてみてください。正解は B です。兄弟姉妹には遺留分がありませんでした。A は誤りで配偶者と子なら各2分の1でした。C も誤りで3年以内の登記が義務でした。今日のまとめです。配偶者は常に相続人でした。配偶者と子ならそれぞれ2分の1でした。直系存続となら配偶者は3分の2でした。兄弟姉妹となら配偶者は4分の3でした。相続放棄は3ヶ月以内にしました。遺留分は兄弟姉妹にはありませんでした。相続登記は3年以内が義務になりました。数字を繰り返して確実にしていきましょう。次回から法令上の制限に入ります。第26回のテーマは都市計画法です。都市計画区域や区域区分を学びます。13種類の用途地域も確認します。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。